うございます。まずはお疲れ様でした。今の気持ちはどうですか？まだ実感が湧かないっていう感じですね。今回の初場所がですね、最後の場所となったわけなんですけれども、この初日から4日目までどのような気持ちでおられましたか？そうですね、場所前から体の調整を、自分の中でできる限りのことをやってきたつもりなんですけど、体がですね、なんか思い通りにいかなくて、どんどん悪い方向に行ってるなっていう、体がもっとダメになってたなっていう感じてたので、これ以上もう一回そういう体に、なりつつあったんでね、長生きできないんじゃないかなって思いだった。親方とはどのような会話をされましたか？そうですね、初日親方と水届けにさせてもらって、できる限りのことを今場所やって、次も曲げたら引退させてくださいっていう話して、よく頑張ったよって言ってくれたので、今回の引退ということで、家族の皆様はどういう反応でした？家族は逆にやっとほっとして寝れるっていう感じですね。昨日10時頃だと思うんですけど、引退のニュースが流れました。それを実際ご自身でご覧になられてどのような気持ちになりましたか？あんまり見てないんで、なんか夜中に、LINE とかメール入ってたんで、寝てたんでね、朝起きてみたっすね。そして今日、13時頃から会見があると思います。これまで、節目節目でカメラの前には立ってきたと思うんですけど、今回、どのような気持ちで会見に臨まれますか？何も考えてないですね。もう本当にその時の感情、今までやってきたこと、聞かれたことで答えるだけだと思うんで。そして、横綱になった日から今日まで振り返ると、自分自身でどのような横綱のこの期間だったなと思いますか？最初横綱になる時は、長くは相撲取れないだろうっていう思いでいたもんですから、最初なられてダメだったらやめるしかないなって思いでやってたんですけど、どんどんですね、そういう次の横綱が出てこないとですね、やめられないっていう自分の中で思い込みがあって、今場所2人綱取りの大関いるわけですし、どっちか上がってくれるだろうっていう期待もあったんで、それでも最後の最後に綱取りに挑んでる大関たちと対戦してやめたいなっていう思いはあったんですけど、そこには届かなかったかなっていう、そういう思いですね。今日は稽古場に行くということで、後輩含め力士がたくさんいると思うんですけど、今日はどのようなことを伝えたいですか？いや、普通にみんな場所中なんでね、気張ってやってる時だからあんまり邪魔してこないし、普通にいつも通りに入って教えれることを教えていきたいなと思って言ってるだけなんで、はい、15日間って長いからね、気持ちの上がり下がりあってはいかないから、終わったかって感じですよね。よし、行きますか。マウスきれい、一回回れ。マウスきれい。そう。右
右も取れ、右も取れ。体勢がこうなったりとかしちゃダメ。常にこうまっすぐ体勢にしろ。こうなったりとかして、その後がないんだ。このまま止まってる。すぐに体勢こうで変えないと。横綱には自分と相撲をつなげてもらってとても感謝してます。相撲で恩返しできるように頑張ります。横綱とは自分が高校生の時に静岡の巡業の時にお話しさせていただいて、それで部屋に入ろうと思ったきっかけで、横綱も怪我してから女児団までをしたんですけど、そこから横綱っていう相撲の頂点に上り詰めた人です。すごい長い間お疲れ様でした。自分も怪我に悩まされてるんですが、横綱のように強く頑張っていきたいなと思います。横綱現役生活お疲れ様です。横綱には膝を通じていろんなことを教えていただいてとても感謝しています。これからもたくさんのことを教えていただきたいのでよろしくお願いします。本当にお疲れ様でした。横綱現役生活お疲れ様でした。自分は小学校の時から横綱の相撲が大好きで、それでもう縁があって伊勢ヶ浜部屋に入り、で横綱から指導していただいて、去年その首を骨折してもらった時に腰の骨折して骨くっつかないから部位は違うけどずっとトレーニングしてみろって言われてやってみた結果こう復活できたので、また横綱が親方になって指導していただいてもっと強くなって頑張ります。横綱いつも相撲を教えてくださってありがとうございます。またこれからも頑張るのでよろしくお願いします。高校生の時からもいろいろ教えてくれて面倒見てくれて本当に兄貴みたいな存在なんで、引退してちょっと悲しいですけど、これから自分がもし入門できたらいい結果残して恩返ししたいですね。これからの人生にも楽しんでください。お願いします。自分は入門して4年目になりますが、横綱に照ノ富士関に入門した当初からずっと相撲の取り口の指導だったり、自分が一昨年大怪我をした時も本当に今もなんですけどずっと気にかけてくれて、自分のその相撲のスタイルとかを一緒に考えてくれたり、すごい自分たちに寄り添ってくれる人で、自分もすごい憧れの存在です。これからも横綱がもう親方になってしまうんですけど、親方にもっといろんなことを教わりたいなと思います。これからもよろしくお願いいたします。現役生活お疲れ様でした。横綱本当に現役お疲れ様でした。横綱が引退されても伊勢ヶ浜部屋を盛り上げられるように僕も頑張ります。横綱現役生活本当にお疲れ様でした。去年の5月に部屋が変わってから合流させていただいてから本当に稽古場では厳しく、でもプライベートではすごく優しく接していただいて本当に感謝してます。横綱の下で自分も稽古できて本当に変われたと自分も確信しているので、横綱から教わったことを無駄にせずに自分も横綱の背中見て強くなっていきたいと思ってます。今後ともよろしくお願いします。まもなく会見ということで、直前ですがどのような心境でしょうか。最後なんで、最後の最後までしっかりとやりたいなと思ってます。今回の引退ということで、はい、この引退発表を考えたタイミングっていうのはいつ頃だったんでしょうか。場所前にですね、体がうまいこといかなくて、その中で稽古を積んできたつもりでいるんで、そして初日に負けた時に親方に相談し、あとは負けたらもう引退させてくださいということで、今だから思い出すこと、横綱になった日のことなど何かありますか。激しい14年間だったなと思いますね。ご自身にとってこの横綱の期間はどんな人生でしたでしょうか。
全てのことを初めての経験だったわけですから、いい経験、体験をさせていただいた14年間だったかなと思いますね。そしてこの伊勢ヶ浜部屋はご自身にとってどのような存在でしたか？そうですね、この伊勢ヶ浜部屋あったからこその自分なんで、いい関係に恵まれたなっていうのはね、今も思いますし、本当にいい先輩方といい後輩たちをたくさんいて、本当に稽古場で励み合いしながらやってきたんで、親方はじめおかみさん、この部屋の力士たち、そして関係者のもういろんな人に支えられて横綱になることができたし、最後の最後までですね、みんな温かく支えてくれて本当に良かったなと思いますね。波乱の相撲人生とよく、ニュースでも言われるんですけど、ご自身にとってはどんな相撲人生でしたでしょうか？本当にこの土俵の上でこの14年間で本当に男としても、人間としても成長させてくれた場面ですし、本当に感謝しかないですね。ちょうど1年ぐらい前からちょっと付き人につかせてもらって、この1年ですごいいろいろな経験とかすごいいろんなものをもらったんで、これからは恩返しできるように頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。横綱現役生活お疲れ様でした。自分はデビュー場所から、付き人につかせていただいて、場所での気持ちの持っていき方だったり、いい緊張感など味わわさせてもらうことができて、とても勉強になりました。自分も今幕下3枚目で、とても大事な場所なので、しっかり勝ち越して関取に上がれるように頑張ります。今後もよろしくお願いします。長い間お疲れ様でした。9月場所から付き人につかせていただいて、横綱の最後の場所で付き人をすることができて本当に光栄なことだと思います。自分も横綱の相撲に対するストイックな姿勢を見習って今年中に関取に上がれるように頑張ります。お疲れ様でした。横綱、現役生活大変お疲れ様でした。横綱のこの怪我にも負けず、病気にも負けず打ち勝って、また這い上がるっていう姿を見て、自分自身も、怪我に負けず、やろうという活力やアドバイスを日頃いただいて、今もこうやって相撲が取れてると思うので、これからも、たくさん指導していただく場面もあると思うんですけど、引き続きよろしくお願いいたします。大変お疲れ様でした。横綱現役生活お疲れ様でした。横綱がいて自分は伊勢ヶ浜部屋の道に力士として入りました。これからも横綱の背中を見てしっかり自分も上へと番付を駆け上がれるように、これからもご指導ご鞭撻の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。現役生活お疲れ様でした。横綱は僕にとって本当にお兄ちゃんみたいな存在で、相撲の思い出しとあまりないんですけど、すごい一緒に楽しませてもらってる思い出しかないです。今後ともよろしくお願いします。お疲れ様でした。横綱、長い間お疲れ様でした。これからも、よろしくお願いします。会見お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。最後挨拶に回ったと思うんですけど、理事長や親方衆、皆さんどういう反応でしたか？皆さん温かく受け入れてくれました。照ノ富士親方にとって大相撲とは何でしょうか？大相撲はスポーツだけではなく心技、国技、そしてこの世界中に日本って国、日本人を世界的に表すものの一つとしてこの大相撲があると感じております。そしてこの相撲を通じて、本当にたくさんの方とお会いできて、本当にこの大相撲に
感謝の気持ちいっぱいですし、次の世代を出すように、親方として頑張っていきたいなと思います。この入門してから14年間、支えていただいた親方やおかみさん、家族、そして講演会の皆さん、この体に、関わっていただいた、先生方、そしていつも応援してくれたファンの皆さん、本当にありがとうございます。これから年寄り照ノ富士として後進の指導に当たりたいと思います。本当に親方として一からのスタートですが、わからないことたくさんあると思うんで、皆さんからの応援、そして親方や皆さんからの指導を受けて頑張ってまいりたいなと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。長い間お世話になりました伊勢ヶ濱部屋一団として、祖母会盛り上げていきましょう。今日はありがとうございます。いきます。3、2、1、スマイル。OK です。はい、ありがとう。